あなたは今、人生に迷いや不安を抱えていませんか？心の奥底に渦巻く不安や葛藤、そして自分には無理だという諦めがあなたの歩みを止めてしまってはいませんか？しかし、忘れないでください。その心の中にこそ、どんな困難をも乗り越える無限の力が眠っていることを。今日私たちは日本の近代に生きた偉大な鉄人中村天風が残した勇気の湧く5つの言葉をたどります。彼の言葉は単なる知識ではありません。それは私たちが人間としてどう生きるべきか、どうすれば自らの人生を力強く、そして輝かしく切り開けるのかを教えてくれる生きた知恵です。この旅を終える頃には、きっとあなたの心には新しい希望の光が、そして前に進む勇気が確かに灯っていることでしょう。さあ、早速その深遠な世界へと足を踏み入れましょう。心に描いた通りに人生は展開する。あなたは自分の人生をどんな風に描いていますか？天風は思考が現実を作ることを説きました。私たちが日頃何気なく抱く思考は、実は私たちの未来を形作る最も強力な道具なのです。もしあなたがどうせ無理だ、失敗するに決まっているという思い込みにとらわれていれば、あなたの行動は萎縮し、チャンスは遠ざかり、結果としてその悲観的な未来が現実のものとなってしまいます。しかし反対に、あなたの心に必ずできるという揺るぎない信念と希望に満ちた明るい未来を描き続ければ、あなたの周りにはその未来を実現するための情報や人々、そしてチャンスがまるで磁石に引き寄せられるかのように集まってくるのです。これは決してただの精神論ではありません。私たちの脳が描かれた未来の実現に向けて無意識のうちに最適な選択を探し始めるという科学的な側面も持ち合わせているのです。では、私たちはこの教えを日々の生活の中でどのように活かせばよいのでしょうか。まず、朝目覚めた時、そして夜眠りにつく前に、たった数分でよいので、あなたの理想とする未来をまるで映画のワンシーンのように鮮明に心に描いてみてください。仕事で成功している自分、健康で活力に満ちた自分、大切な人と心穏やかに過ごしている自分、そのイメージを五感を伴ってリアルに感じてみましょう。そして日中、もし心が不安やネガティブな思考にとらわれそうになったら、深呼吸をして意識的にその明るいイメージを呼び戻すのです。できないかもしれないという言葉を必ずできるという言葉に置き換えてみましょう。この思考の転換こそが、あなたの未来を望む方向へと導く、人生を変える第一歩となるでしょう。運命は自分で作るもの。多くの人々は自分の人生は運命によって支配されていると考えがちです。予期せぬ困難や不運が訪れるたびに、なぜ自分だけがこんな目に遭うのかと嘆き、まるで自分ではどうすることもできない見えない力に翻弄されているかのように感じてしまいます。しかし天風はこの根深い思い込みに真っ向から異を唱えます。彼は断言します。運命とは外から与えられるものではない。運命とは他ならぬあなたが自らの手で作り上げるものだと。この言葉は私たちに人生における究極の責任と同時に無限の自由があることを教えてくれます。私たちは出来事そのものを変えることはできないかもしれません。しかしその出来事をどう受け止め、どう解釈し、そしてそれに対してどう行動するかは 100% 私たちの自由意志に委ねられているのです。苦難に直面したとき、これは自分を成長させるための試練だと捉えるか、これは自分を打ちのめす不運だと捉えるか、この心の在り方一つで未来は全く異なるものへと変化していきます。困難に直面したとき、
反射的になぜ自分だけがこんな目にと被害者意識に陥りそうになったら、一度立ち止まって自分自身に問いかけてみてください。この状況を私はどう生かすことができるだろうか。この経験から何を学び、どう成長できるだろうかと。この問いかけこそが、受け身の人生から自ら運命を切り開く能動的な人生へと転換する決定的な分岐点となります。例えば、仕事で大きな失敗をしたとします。その時、自分はダメな人間だと落ち込むのではなく、この失敗から得られた教訓を生かせば、次はもっと良い結果が出せるはずだと捉え直す。あるいは、人間関係のトラブルがあった時、相手が悪いと非難するのではなく、自分に何か改善できる点はないかと内省する。そうすることで、どんな逆境もあなたの魂を磨き、人生を豊かにする過程と変わっていきます。運命はあなたの心の持ち方と、それに続く行動によっていくらでも変えることができるのです。人間にとって一番の病は心の恐れである。私たちは皆体の病を恐れます。しかし天風は体の病以上に私たちの人生を蝕み、幸福から遠ざける最大の病があると喝破しました。それが心の恐れです。未来への漠然とした不安、失敗への恐れ、他人からの評価の恐れ、これらの心の病は知らず知らずのうちに私たちの行動を制限し、可能性の芽を摘み取り、ついには心身の健康さえも脅かしてしまうのです。未来を心配するあまり、私たちは今この瞬間を生きることを忘れてしまいます。まだ起こってもいないことに怯え、せっかくの今日の輝きを見過ごしてしまう。そしてその恐れの心はストレスとなり、免疫力を低下させ、実際に体の病を引き起こす遠因にもなりかねません。天風は私たちを縛りつけるこの心の恐れこそが真に乗り越えるべき最大の障壁であると説いたのです。ではどうすればこの心の恐れと向き合い、それを乗り越えることができるのでしょうか。天風はまず今この瞬間に意識を集中することの重要性を説きました。恐れを感じたらまず深呼吸を数回行い、意識を自分の呼吸、五感、そして今この場所へと戻しましょう。過去の後悔でもなく、未来の心配でもなく、ただ今ここにある自分に意識を集中するのです。そしてもう一つ大切なのは、恐れを客観視することです。恐れは私たちの心が生み出した幻想に過ぎないと天風は言います。恐れを感じたとき、ああ、今私は恐れを感じているなと、まるで他人事のようにその感情を観察してみてください。感情に巻き込まれるのではなく、一歩引いて見つめることで、その恐れの力が弱まっていくのを感じるはずです。未来を案じるよりも、今できる最善のことに集中する。その小さな実践の積み重ねが、あなたの心身を守り、恐れを手放す最大の力となるでしょう。心が変われば態度が変わる。態度が変われば人生が変わる。私たちはしばしば環境が悪いからあの人が変わってくれればと外側の要因にばかり目を向け、それを変えようと試みます。しかし天風は真に変化を起こすための鍵は私たち自身の心の中にあると教えてくれました。彼は人間の変化の連鎖を簡潔に、しかし力強く表現します。心が変われば態度が変わる。態度が変われば行動が変わる。行動が変われば習慣が変わる。習慣が変われば人格が変わる。人格が変われば運命が変わる。この言葉の深さは、私たちが自分の心一つで人生のあらゆる側面を好転させることができるという希望に満ちています。例えば、自分には無理だという心でいれば、態度は消極的になり、行動は制限され、結果として
望む未来は訪れないでしょう。しかし、もしあなたがやってみようと心を切り替えることができれば、あなたの態度は積極的になり、新しい行動が生まれ、その連鎖がやがてあなたの人生そのものを全く新しい素晴らしいものへと変えていくのです。では、この心の変革を具体的にどう実践すればよいでしょうか。まず、日常の中でどうせ無理だ、疲れているからといったネガティブな心の声が聞こえてきたら、それを意識的にやってみよう、一歩だけ踏み出してみようという肯定的な言葉に置き換えてみましょう。例えば、重い腰が上がらない時でも、とりあえず5分だけやってみようと小さな行動にフォーカスを当てるのです。また、周囲の人々に対してまずあなたから笑顔で挨拶をしてみてください。心からのありがとうを伝えてみてください。あなたが心を開き、肯定的な態度を示すことで、周囲の人々の反応も必ず変わってきます。その小さな決意と行動の積み重ねが、あなたの態度をポジティブに変え、やがてあなたの人間関係、仕事、そして人生全体を望む方向へと大きく動かす力となるでしょう。あなたの心一つで世界は全く違う色に見え始めるはずです。人生は一度きり。だからこそ、朗らかに生きよう。人生には喜びだけではなく、苦しみも悲しみも、そして乗り越えるべき試練も必ず訪れます。しかし、天風はそれらの困難に押しつぶされるのではなく、人生は一度きりなのだから、どんな時も朗らかに生きることが何よりも大切であると説きました。この言葉は単に楽観的であれという薄っぺらいメッセージではありません。それは人生のあらゆる局面において、困難の中にも光を見出し、笑顔を忘れず前向きな心の状態を保つことこそが、私たちに真の強さをもたらすという深い洞察に基づいています。朗らかさとは表面的な陽気さだけではありません。それは人生の真理を受け入れ、逆境をも乗り越える心の余裕であり、生きることを楽しむ勇気に他なりません。苦しみの中でも小さな喜びを見つけ、感謝の心を持つこと、それがあなたの心を支え、周囲の人々をも温かく包み込み、人生をより豊かにしていく源となるのです。天風の思想の根底には、常にこの人生を愛し朗らかに生きるという人間としての最も崇高な姿勢が流れています。では、私たちは日々の生活の中でどのように朗らかさを育んでいけばよいのでしょうか。まず、朝目覚めた時に今日一日に感謝する心を持ってください。そして日常の小さなことに意識的に感謝を見つけましょう。例えば、おいしい一杯のコーヒー、美しい夕焼け、友人からの温かい一言など、その一つ一つにありがとうという気持ちを込めてみてください。そして困難な状況に直面した時こそ意識的に笑顔を浮かべてみましょう。笑顔はあなたの心だけでなく、あなたの脳にもポジティブな影響を与え、実際にストレスを軽減する効果があります。また、周囲の人々に対しても心からの笑顔と温かい言葉を投げかけてみてください。あなたの朗らかさが周囲の人々の心にも光を灯し、喜びの連鎖を生み出します。その積み重ねがあなた自身の人生を、そしてあなたを取り巻く世界をより明るく、より豊かで、より意味のあるものへと変えていくでしょう。朗らかに生きること、それこそが一度きりの人生を最大限味わい尽くす最高の生き方なのです。中村天風の言葉は決して手の届かないような難しい哲学ではありません。それは
私たち誰もが今日この瞬間から実践できる心の在り方、そして人生を豊かに生きるための技法です。あなたの心に最も深く響いた言葉はどれでしたか？大切なのは一つでも良いのです。あなたの心に火を灯したその言葉を今日からあなたの生活の中にほんの少しで良いので意識的に取り入れてみてください。朝の目覚めに、仕事の合間に、困難に直面した時に。これらの言葉はあなたの人生をあなたの心の力でより力強く、より美しく、そしてより意味のあるものへと変える羅針盤となるでしょう。あなたの内なる無限の可能性を信じ、恐れを手放し、朗らかに、そして勇気を持ってあなたの素晴らしい人生を切り開いていってください。人生は一度きり。だからこそ朗らかに、そして勇気を持って生きよ。その心があなたを真の幸福へと導き、輝かしい未来を創造するでしょう。この動画があなたの心の奥底に眠る勇気を呼び覚ます一助となれば幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。